です。こんにちは。にはお、シェイシェイ。안녕하세요。Okay. Anyway, this is Sora. My show Sora Senpai Club starts now. ということで、今日のゲストは先週と引き続きこの方、皆さんのメインテーマとなる曲を歌ってくれるアーティスト、メイさんです。よろしくお願いします。お願いします。これが第3部最後。そら悲しいよね前回もさ、心に距離はないっていうことで、俺はもう勝手にメイメイにはもう 120% くらいの距離が近づけてるんじゃないかと思って番組を最後も進めたいと思います。思いますだってよろしくね、メイメイ。 OK。 最後は 150% くらい食い込んでいくから。そうだね。よしということで、今回はまずこの企画Main's Live Memories ということで、メイメイはさ、海外でのツアーとか出演も多かったりとかさ、世界中で活躍しているアーティストの一人でございますよ。ありがとうございます。ということで、そんなアーティストメインに海外での思い出だったりとか、海外でのライブとかについてまず聞いてみたいなと思ってます。はい。シンガポール、メイメイはたくさん行ってると思うんだけれども、その時のね写真をもらいました。これ今出てるのがシンガポールでずっと行われてる C3 アファ、シンガポールというイベント、これメイメイは多分かなり最初の頃から出ていたなと思うんだけれども。そうですね、このアファの本当第1回目から参加させてもらっていて、そうなんだ。そうなんです。2008年の私にとっても一番最初の海外だったシンガポールがこのアファの第1回公演。そうだったんだ。そうなんです。最初はもう今本当に 3days ぐらいかな。そうだね、やってそうだよね。アーティストさんもたくさん参加されてるんですけど、その時には私と水木一郎さんだけ呼ばれて、2人だけだったんだ。そう、2組だけだったんです、アーティストは。ほう。そこからもう毎年参加させてもらって。そうだね、すごい今となっては大きいイベントになって、それの最初からいたなんて知らなかった。そうなんです。でもこれ写真見た感じさ、すっごい盛り上がってない？ねえ、本当に大きなステージでいつもライブが行われていて、もうなんかもうこの数年は日本と変わらないなっていうのは思います。みんなペンライトの使い方とかも日本と同じになってきて、昔はね、日本で見たことないような工事現場みたいなでっかいのをゆらゆらとかって揺らしてたんだけど、そんなペンライト？そう、やっぱああいうのも売ってなかったみたいで。だから工事現場のでっかいのを持ってきてたのかな。そう、すごい。しかもこんなおいおいとかもなくて、みんなひたすらなんかゆらゆらみたいな。文化がなかった。多分ね、また勉強する環境もそんななかったのかなと思うっていうか、でも今って多分いろんな DVD とか YouTube とかでいろんな多分ライブ映像をもう見れる環境が当たり前のようにあって、だからみんなね本当に日本と変わらないノリでサイリウムを振ってくれたりしてる。ということは、アーティストメインはシンガポールにこのライブの楽しみ方を根付かせたんだ。だよね、そういうことだよね、これって。でもね、そのアファの時に私のファンの方が日本から私が見えただけだと数人いたんだけど、その人たちが日本のペンライトを配ってたのを見たの。すごい。でみんななんだこれはみたいになってて、部員の皆様が。そう、私の部員のみんなが、だからその近くの人は日本のペンライトを初めて触ったみたいな感じでやっていて、あの人のおかげでサイリウムが広まったのかも。確かに。だからさ、アーティストメインとそのファンによって他の外国でこういうなんていうの、日本得意だよね、このサイリウムを振るっていう文化が広まったってすごくない？わかんないけどね、今めっちゃなんかすごい人に立ち会ってしまった気がする。でもあの時はね、本当にまだ珍しい感じなんだろうなっていうのはね、印象でありました。でも最初はね、多分緊張とかしてたと思うんだけど、かれこれもうかなり何年だ？だから10年以上ですね。それだけやってると、メイメイにとってこのシンガポールのアファのこのライブって何？
もうシンガポールのこのアファは、主催のスタッフさんもそうだけど、もう私の家族みたいな存在で、そうなんだ、だからいつもシンガポールの MC では I'm home っていうの。あ、そうなんそう、だ。ハローとかじゃなくて、もうただいまっていう気持ちでライブをいつもさせてもらえるから、なんか本当にかけがえのない家族みたいな。帰ってきたふるさとみたいな感じなんだね。そう、もう第二の故郷です。あ、そうなんだ。これ見てる人たちすごい嬉しいんだろうな、きっと。でもね、例えばなんかそのいろんな10年以上か、もうアファでやってるとさ、いろんな思い出があると思うんだけど、なんかこれは印象に残ったなとか、なんかそういうのあったりする？やっぱりその海外で自分の曲を知ってくれてる人がいるなんて夢にも思わなくて、だからそのなんていうのかな、自分のことを知ってくれて自分の音楽を愛してくれてる人がいてくれてるんだっていうのがすごく幸せに思って、で話す言葉とかやっぱ文化は違うのに、同じ音楽で日本と同じようにこうやって盛り上がれるって、本当に幸せなことだなって、やっぱ本当に感動して、だからその気持ちでシンガポールで曲を作ったんですよ。でそれが「フォニックネーション」っていう曲なんだけど、その音楽の国、音の国っていう思いを込めて作った曲だから、なんかシンガポールに行ったことで、あ、世界ってなんかいろんな国があって、いろんななんかバラバラなのかなっていう印象があったんだけど、あ、もう一つの国みたいになれるんじゃんってやっぱ自信をもらったというか、教えてもらった場所ですね。でも音楽ってね、国境は関係ないってよく言うもんね。本当にそう思います。メイメイってさ、すごい特徴的だなって思うっていうか、いやなんか偉いなって思ったのが、いろんな国でその MC だったり挨拶とかをさ、その国の言語で言うじゃない、あれはなんで？なんか、日本人って、もちろん私もまだまだ勉強しなきゃいけないんだけど、そんなにこうなんだろう、外国の言葉を喋れることが結構珍しいというか、そうだね、島国っていうところもあってね、日本語だけで過ごしてる人が本当に多いんだけど、でもそのシンガポールもそうだし、いろんな国に行った時に、その日本の言葉を喋ってくれる人がすごく多かったのに衝撃を受けた。でもそれって逆に言うと、日本語が喋れるわけじゃなくて、日本のことが好きでアニメを見たり、私に多分言葉を伝えたいって思ってくれてるからこそ日本語を勉強してくれたんだなっていうのにすごく衝撃を受けて、だから私も好きっていう気持ちをより表現したいからこそ、相手の立場になって相手の話す言葉を勉強したいなって思って、それで勉強してます。偉いね。よしよし。ありがとう。ではこの企画、15th Anniversary The Road to Mainstream Artist 15周年イヤーということで、本当に改めておめでとうございます。ありがとうございます。今回はこの15周年ということで、メイメイに15年どうだったかというのをいろいろ聞いちゃいたいと思います。もちろん距離はさっきより近づいて 200% くらいのもう近いぐいぐいでいくからね。もう今日はメイメイの心の中をあさっていく、そんなのがアイムサラです。ということで、どうですか15年やって。ざっくりしてるけど、なんかまず一つはあっという間だなって思うんだよね。そうなんだ。15年っていう感じしなくて、5年ぐらいの感覚っていうか、自分だと。そうなんだ。そう、本当にあっという間で、つい最近メインになったのにとか、でちょっと前にデビューしたのにっていう気持ちなんだけど、でも一個一個の自分自身を振り返っていくと、あ、でもここすごい成長したなとか、あの時とはすごい今変わったなって思う部分がいっぱいあるから、だからやっぱり15年歩んだなっていう、なんか長かったようで短いし、短かったようで長いしっていうのが本当に私の感想です。15年前と今だったら一番何が違うと思う？なんかありのままの自分でいられるようになったっていうのはすごい大きいです。そうなんだ。そう、だからそのデビューした時とか、あとメインになってからも、このね、だから10周年ぐらいまでの私は結構もう本当に人見知りで、だからね、多分そらそらともね、こんなに話せないと思う。そうだね、番組にちょっと出れませんってなってるかもしれないね。そう、そらそらがなんかイエーイとかってやってた。なんだこのテンション高いピンクの頭はって思われてるかもしれないもんね。そうだけど、もう本当にね、ありのままで楽しむことのできてる自分でいるなって思ってて、それはお話ししてる時もそうだし、ライブをしてても本当にね、何もなんかいい意味で考えてないというか。
そうなんだ。昔はもうちょっとかっこよくいたいなとか、例えば可愛い顔でいたいなとか、歌ってる時もちょっとなんか鏡を見てすごい練習してたんだけど、今はそれよりももう湧き出る感情を第一に考えて、もうボッサボサの頭で歌ってるから、いやでもね正直それがかっこいいと思う。やっぱりね人前に出るお仕事だとさ、やっぱりこう綺麗に見られなきゃとかいろいろあると思うんだけど、ライブはもう振り切って、もう汗だくになってるメイメイが本当にかっこいいと思う。嬉しい。もうだからね、もうね見た目なんと気にせずね、もう振り回してやってほしいなって思ってるしそうアグレッシブにこれからも行きたいなと思います。そしたらじゃあこの流れのまんまアルバムのお話をちょっと聞きたくてお話ししたいんだけれども、15 Colors、New School と Unplugged と Soul Tracks って3枚に分かれてるけど、これは3枚に分けた理由はそもそも何？もともとそう15曲新曲をじゃあ作ろう、15周年だしってことをお話ししてもらえて、楽しいって思って、で15周年のこう記念の企画だからこそ、普段のアルバムよりももっとこう踏み込んだチャレンジなことをしたいなって思って、で私自身の15周年っていう、この15年間を振り返った時に、常にこう変化してきたなって、チャレンジをたくさん続けることができたなって思って、今後のまた15年後の未来を考えた時も、またこう自分自身変わっているだろうなって思えたの、だからそんな変わり続けてきた私を今残したいと思ってチャレンジをするアルバムを作りたいって思って、でそんな中もう音楽がとにかく好きだからジャンルをそれぞれ分けたら、いろんなこう楽しい新曲に出会えるんじゃないかなっていうところから5曲5曲5曲で分けてミニアルバムを作りました。そしてね、本当に15曲か全部であって、俺のね、お気に入りはね、この曲I'm alright ってやつ、Soul Tracks の中に入っていて、じゃあそらさそういう曲が好きなんだ。だってシャインライトもそうなの、そうなの。シャインライトとかも一番初めに聞いた時にすごいすぐメロディー覚えちゃって、結構こう鼻歌歌ったりとか、朝なんかこうどっか行く時に聴いてる曲で、なんかそれのなんかこう新しいバージョンって言ったらあれかもしれないけど、出来上がってきていて、すごいおしゃれだし明るいし、今日も俺朝来る時に聴いてきたの。ありがとう。これはちなみにどんな曲？これはもう本当にとにかくやっぱまず R&B とかダンスミュージックが好きだからこそ、みんなとこう踊れるような曲にしたいなと思って、やっぱりすごく楽しい曲になりましたね。本当体を動かせる曲だと思います。そうだよね。なんかね PV でもね踊っているしね、ちょっとね、そっか。あとはねニュースクールっていうのはもうたくさん素晴らしいクリエイターさんたちと一緒に作ってるアルバムだよね。これも本当に世界観が新しいです。もともとボカロ系の楽曲を聴くのもすごく好きだったんだけど、やっぱりボカロ系のアーティストの方ってそれぞれのこうカラーがすごい方が多いのよね。だからそれこそメインでは歌ったことない曲にたくさん出会えるだろうなと思って、皆さんこうメインのこと知ってくれてる方が本当に多かったんだけど、私のことはもう気にしないでご自身の世界観で私が乗っかりたいんでっていうのを皆さんにお話しして、だから本当に新しい音楽にたくさん出会えることができた。それを全部歌いこなしてるメイメイも本当すごいけどね。もう楽しかった。いやーもう一回なんかこの話を聞いた後に一からアルバム聴くのが俺は楽しみになりました。嬉しい。ということでメイメイ第3部ありがとうございました。ありがとうございました。最後にそちらに見えるガチャマシーンにね、サインをしてほしいの。オッケー。そうしました。ありがとうございます。俺の宝物。はい。そして最後に、俺はこの番組をThe Sky is the Limit っていう、日本語に言うと人生に限度はないっていうテーマで、めちゃくちゃいいテーマですね。俺の活動をしていて、夢を追いかけて叶えてさらにどんどん大きくなっているメイメイから世界中にねいる人たちに向けてなんかこう夢に関するメッセージをお願いしたいなと思います。そうですね。私もこの15年間でまずデビューの時に一つの夢を叶えさせてもらって、だけどそこからまたさらにこう素晴らしい出会いのおかげでたくさんの夢ができて、そして夢を叶えて、でまた新しい夢ができてっていうので、本当にたくさんの夢を叶えさせてもらった15年間だなと思います。で夢って本当信じたら叶うって言葉にするとちょっとこうね楽観的で簡単なようにも聞こえちゃうけど、でも自分を信じて、で周りの大切な人のことを信じて努力し続けたら必ず叶うんだなっていうのを私も思ってるし、そして信じているので、みんなで一緒に夢を叶え続けていきましょう。ありがとうございます。じゃあメイメイ、今日は最後には Thank you バイバイで終わろうか。 OK。 じゃあいくよ、せーの Thank you バイバイ。メイさんでした。ありがとうございました。アルバム聴いてね。
チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。